こんにちは。ともです。池田です。池田は今日は初めからカメラマンですね。います。で、今日は距離出しについて教えていきたいと思います。なんか僕自身やっぱりワールドカップのトップ選手の中では身長が僕170センチしかないんで、結構小柄な方なので、そういった中で自分が何を意識して距離を出して戦っているのかっていうのを教えたいと思います。お願いします。はい。で、まず1個目、意識しやすいことで言うと呼吸ですね。動く瞬間息を吐くことを意識した方がいいです。吐きながらいく。そうで、今回このオレンジ色のテープが貼ってある課題を使って説明していきます。で、まず息が止まってるとどうなるかっていうと、どうなるかっていうと、息止めてもできるんですけど、息が止まってるとなんて言ったらいいかな、体が力んでる状態なんでリラックスできてなくて体を大きく振ったりとか、そういった緩急がつけづらくなります。なんでそういった時に息を吸って吐いてっていうのをこうムーブに取り入れることで、よりこう体がリラックスして距離がスムーズに出るようになります。で、コツで言うと、こう沈んだ時に吸う、はいはい。で出ながら吐くことです。っていう感じですね。で、こう吐き方は別に何でもいいんですけど、僕は結構こう細くってこう吐きますね。はい。で、それが逆になると、出る瞬間吸ったりするとちょっと気持ち悪いです。やってみたら分かると思います。はい。で、次2つ目、これは結構前にランジ講座で教えたこととほぼほぼ一緒なんですけど、引くだけじゃなくてしっかりと押し切ることですね。ここから距離を出すときに引くだけだとここまでしか動けないんですよ。で、ここから先って押すことによって距離が出る場所なので、ここまで引いて最後押す、こっちの手で残す方の手で押すことでより距離も出ますし、押し続けることでより体と壁の距離が一定になるので安定します。で、ランジとの違いは残し手をこう弾かないので我慢し続けるっていうことが大事です。押し続けて我慢残すの。そう、ランジの時は弾くっていう感じだった。はい。これでで、3つ目はちょっとこれもランジと一緒になっちゃうんですけど、上の足を蹴ることよりも下の足を弾くことを意識することです。これはもちろんパターンによるんですけど、こうやって左足と右足がしっかりとある場合には下の足を強く蹴ることで重心がしっかり上がって上の足をより蹴りやすくなります。なのでこういった時にしっかりこっちを蹴って体を上げるっていうことを意識してみてください。で、おまけというか、下の足がなかった場合なんですけど、今下の足がある時には左足をこの場合だったら弾いて加速するっていうことを言ったんですけど、もし左足がなかった場合には右のお腹でしっかりとこの足を捕まえ続けることが大事です。足でただ力を入れてるだけじゃなくて、このお腹ごと足に体重をこう乗っけておくことでしっかりとここがホールドされるので安定して引き通しができるようになるので、上の足の方のお腹にしっかり力を入れ続けるってことを意識してみてください。はい。で、最後は引く方向を考えることなんですけど、純粋に縦に引くだけじゃなくて、課題によっては自分の方向にちょっと引いた方が距離が出やすい場合もあるので、それをちょっと横から見てみてください。で、このホールドを自分の方向に少し引いた方がいい場合なんですけど、なんでその方がいいかっていうと、このホールドを自分に引くことによって腰が壁に近づくので足に体重がしっかり乗るようになります。なのでこう縦に引くだけよりも前にちょっとこう引いて出た方が
こうギリギリまで足を押すことができるので良かったりします。ただこの持ってる手だったり取り先の手が悪くなってくると、この前後の移動を入れることによってやっぱりブレは大きくなるので、そこがデメリットになっちゃう場合もあるので、手の保持感に合わせてそこは変えてみてほしいんですけど、もしその次の取り先が悪かった時、どういった出方をしたらいいかっていうと、少し壁から離れてこの状態のまま出るっていうことをすると振られが小さくなります。実際にその前に引いたやつをやってみると、一回中に入ってるんで、こういう動きが出ちゃうんですよ。入った分、そうあれだ。なんか手がいい時にはそっちの方が楽なんですけど、手が悪くなってくるとそういった風に使い分けをしていくといいと思います。はい、今回距離出しに必要なことを4つ説明していったので、最後にテロップで見てみてください。で、今回言った内容は前に教えたランジ講座に少し近いなと思った人も多いと思うんですけど、このクライミングってたくさんの動きがある中で、実はすごく似てる部分がいろいろあるので、そういったことも僕たちがこう教えながら覚えていってくれたらいいなと思ってます。はい、これからもこういった講座をどんどん出していくので、どういったものが見たいのかコメントたくさん待ってます。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。じゃあねー。池田はお疲れ様でした。